な大好き、沖田海選手のマシン。ビークスパイダー。漫画やアニメでは、サイドガードから発生する、空気の刃、で、ライバルたちのマシンを次々と、ぶった切っていた凶悪なマシンだ。ということで、自作の風洞で、空気の刃、を確認。だがしかし、サイドガード付近から得意な気流は観察できなかった。つまり、空気の刃は出てないようだ。さすがに凶悪すぎてホビーにするのは気が引けたか？ということで今回は、空気の刃、を再現して、ビークスパイダーの完全体を作ってみます。ビークスパイダーの空気の刃。アニメでは、刃物のような切れ味でマシンをぶった切っていました。同じような現象として考えられるのは、ソニックブームでしょうか？衝撃波で相手を切り裂く物理現象。だがしかし、衝撃波を出すためには音速を超える必要があります。ビークスパイダーが音速を超えている描写はないので、衝撃波は発生していない模様。ということで、次に考えられるのは、かまいたち。渦が作る真空によって物体が切り裂かれる物理現象。つまり、空気の刃は、渦が作った真空だった可能性がビレゾン。ということでチャッピーに渦の作り方を聞いたところ、ストレーキによる前縁渦が近いのではないかと。簡単に言うと、翼の前縁にロールケーキを巻いていくような感じです。ということで前縁渦を発生させるための、サイドガードを 3D キャドで設計。とても説明しにくいんですが、程よい前縁翼の交代角と、進行方向に対する向かい角で、こんな感じで渦が発生するはずです。と言ってもわかりにくいので、CFD で計算してみました。ビークスパイダーのモデルは、ヒテム 3D というアプリを使用して 3D モデル化。写真4枚から AI で補正した 3D モデルが作れます。とっても簡単で良いんですが、メッシュに穴が開いていたり、精度が良くないです。なのでブレンダーを使用してメッシュの修正が必要。これが結構大変です。ちなみに最初にリアリティスキャンを試したんですが、革ジャンのエコシステムに阻まれて使えませんでした。修正した STL モデルをフュージョンに読み込んで、設計しておいたサイドガードをドッキング。こんな感じで一体化したモデルにしています。今回は流れを比較しやすいように、右側にだけ改良したサイドガードを装着。これをシンプレシムという、ウェブ上で流体解析ができるサービスで解析しました。結果がこちら。計算条件は流速10メートルパーセック、36km 毎時。なので JCJC を2秒ぐらいで走る速度です。流線の色は流速で、黄緑が速くて青が遅いです。拡大してみると、改良したサイドガードの内側に、渦ができているような気がします。元々のサイドガードの方には渦っぽさがないので、これは、空気の刃、が発生している可能性がビレゾン。ということで改良したサイドガードを、3D プリンターで召喚。できたものがこちら。フィラメントは PLA、0.2mm のノズルを使用したので、表面はかなり滑らかです。これをボディに装着。元々のサイドガードの寸法に合わせてあるので、ワンタッチで装着できます。こんな感じでサイドガードの存在感が、マシマシになりました。シャーシにつけるとこんな感じ。これは、空気の刃、が出ちゃうような気がします。ということで早速、気流を確認してみます。空気の刃、は実在するのか？左の奥の方に注目。何やら渦っぽいものができているような気が。元々のサイドガードの時にはなかったので、これはかまいたち。空気の刃、なんではなかろうか？視点を変えて真横から。映像だとわかりにくいですが、この辺りで渦が巻いているように見えます。少なくとも渦の発生には成功しているようだ。上から見るとこんな感じ。渦の発生位置はこの辺り。翼の前縁で発生しているというよりは、翼で分かれた気流が合流する部分で渦になっているような気がします。なので前縁渦とはちょっと違うかも。なんですが、まあ、いっか。
改良したサイドガードでダウンフォースを計測。フロントが 0.31g、リアが 1.14g。元々のサイドガードに対してフロントがリフト。リアがダウンでピッチアップになったようです。空気抵抗は 0.20g になったので、ちょっと小さくなった？改良したサイドガードで、渦が発生していることは分かりましたが、気になるのは、空気の刃、になっているのか？ということで、実装で確認していきます。コースに紙を貼り付けて、これが切り裂かれるかを確認。念のため、専用のマシンキャッチグローブを装着。モーターはハイパーダッシュモーターにしてあります。いざ実装。いけ、ビーチスパイダー。空気の刃を見せてみろ。はい、切れませんでした。ビーチスパイダーは、完全体じゃなかったようです。オーガニ研究所、上位のメカニズムには到達できませんでした。オーガニ研究所にお勤めの人がいましたら、改善案をコメントでお願いします。最近は週2のペースで、いろんなミニ四駆の空力をショート動画にしているので、そっちも見てね。ということで今回はここまで。最後まで見てくれてありがとう。